こんにちは、デンデ部長です。今回はこちら H160、この機体の製作から飛行までをお見せして、具体的にフェネストロンの調整、それとリアル感を出す塗装をどのように行っているか解説していきたいと思います。まずボディから製作します。こちら素材は PP 製でできていて、周りをカットしてくっつけるところから始めます。ボディくっつけるとこのような感じになります。そして内側と外側に窓にマスキングをします。続いて水平尾翼を作ります。水平尾翼はレジンパーツと航空ベニヤを組み合わせて作りました。そしてフェネストロンの部分にシュラウドを取り付けます。こちら PP 製ボディとフェネストロンの材料はドイツから購入しました。ショップの URL を概要欄に貼っておきます。でボディはこのように分割できる仕様になっていて、内部メカの出し入れが可能になっております。接合面は磁石で脱着できるようになっています。続いて内部メカ組み込みます。今回スケールが24分の1で、内部メカがブレード 230S になりますね。ではここからちょっと動画で解説していきます。どうやってフェネストロンを調整してるかっていうのをちょっと動画でお見せしていきます。まずこの周りのフィンの周りのシュラウドっていう部分と、この今触ってるフィン、この隙間はなるべく少ない方がいいんですよね。このシュラウドとフィンの隙間が少なければ少ないほど水力が引き出せます。そしてこの隙間はできれば均一であることがベストです。ではどうやって均一にしていくか、その方法ですね、解説します。まずフィンとシュラウドの間に入るぐらいのちょうどいい厚さの厚紙を準備します。そして隙間一つ一つに厚紙を差し込んでいって、テンションが一定か確認します。厚紙が入りづらいところがあったら、そこのシュラウドを削っていくわけです。はい、今回の動画での調査結果はですね、1枚ずつ見ていくと、どうやらですね、この上の方に来るとちょっときついところがあるみたいですね。この辺きつそうですね。紙入らない、あんまり。この辺入らない感じですね。で、こうやって紙を刺していけば、どこが狭いかなっていうのがわかるんで、この辺が狭いよってことで鉛筆で印つけてますね。でこれ現状を見てもらうと分かるんですけど、ちゃんときちっとフィンは回るには回るんです。ただ非常に高回転で運動するので、隙間が均一であることが、水力を引き出す上で大切なのと、あとイオンがしない均一な隙間であることがより効率的で騒音につながらないということになりますね。ではチェックマークつけたシュラウド部分をやすっていくので、もう一度分解していきます。フィンをどかして手動で削っていきます。機械だと削りすぎてしまうため、手動で削るのがベストです。はい、さらにこちらリップ部分ですね。この部分も最終的に滑らかに削っていった方がいいです。やっぱり空気を取り込む部分なので、なるべく引っかかりがないように、空気の通り道の引っかかりがないように滑らかに仕上げてください。そしてフィン部分もヤスリで滑らかに削っていきます。あんまり削りすぎちゃダメ。ちょっと滑らかになる程度に。でこれは今ね、ネイルケア用のヤスリで削っています。あらかた削れたらアルコールティッシュなどで削った粉を排除して、もう一度フィンを取り付けます。それを繰り返すことによって周りの隙間を均一にしていきます。そしてこれがきちっと仕上がっているか確認するのにエアダスターを使います。エアダスターをフェネストロンに向けて吹きつけて、
異音がしないか確認してください。そしてこの時に動作確認で芯ブレなどもしていないか確認してください。隙間が均一に仕上がったフェネストロンはすごく綺麗な音がします。こんな感じ。はい、これでフェネストロンの調整は完了です。はい、いかがだったでしょうか。フェネストロンの調整方法でした。フェネストロンの調整した後のテストフライトの様子もちょっと動画あるんで、ちょっとだけ見てください。まあまあですよね。まあまあの飛び具合。はい、ということで、いや、最近はね、もうこのマイクロサイズでもフェネストロン再現できるようになってきてすごいですよね。そして次回はこの機体の塗装方法ですね。実機っぽく見えるリアルな塗装のコツについていろいろと解説していきたいと思います。で、この動画が良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。あともっとこんなのも見たいよっていう要望あったら気軽にコメントしてください。それではありがとうございました。